月明かりさえ眩しいねこんな日は。ああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそう。そばにいるとだんだん気になる気のないふりしてくのか。だんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにね。香港味勝負前編。香港の映画スタードラゴン D の最新作のプレミアショーが世界中のマスコミ関係者を招いて開かれることになり、我が東西新聞社も文化部の私たちが代表して参加することになりました。うわー綺麗。ほら海の上に小さな船がたくさん。しかし危ないよな。高層ビルと山の間をスレスレに飛んで着陸するんだからな。世界中で一番着陸が難しい空港なんだってさ。もう香港なんか来たくなかったんだよ、クソ。副部長元気出してくださいよ。飛行機なんか二度と乗るか。もう帰りゃ船だ。確か東西新聞さんでしたな。ああ、帝都新聞の冬本社会部長さん。ああ、これはどうも。いや、私東西新聞文化部副部長を務めさせていただいておりますトミーと申します。お宅は食い物の企画を立てているそうだな。確かそうそう最高の献立とかいう。は？何でも料理屋をやたら食い回ってるらしいな。違います。私たちの目的は本物の食べ物探しです。私たちだと？すると最高のグルメごっことかいう企画の担当者はまさかあんた？グルメごっこじゃありません。究極のメニュー作りです。私は担当の一人栗田と申します。食い物の本当の味なんて私みたいに酸いも甘いも噛み分けた人間でなきゃ無理だよ。それをこんなお嬢ちゃんに。お嬢ちゃん？東西新聞も何をバカなことをやってるんだ。なんだバカ笑いしてく。中国風の腸詰めだよ。茹でて5ミリ程度の厚さに輪切りにして長ネギの薄切りを添えて食べるとうまいんだ。いろんな種類があるんですね。うわーすごい魚がたくさん。これなんだ臭いぞ。この魚みんな腐ってるぞ。ああ、それは腐ってるんじゃありませんよ。草屋の干物か？いえ、これはハムユイといって魚の塩漬けです。薄切りにして中華鍋に油を引いてこんがり焼くとすごくうまいんですよ。塩辛いから5ミリほどの厚さのハムユイでご飯が1杯食べられるくらいですがね。そんなにしょっぱいんですか？何でも漁師は船に塩を山のように積んでいって釣り上げた魚の口から塩を入れ、さらに魚を塩の中に埋めるんだそうだ。ほんとしょっぱそう。いろんな野菜があるんですね。それにすごく安いみたい。ああ、これだけ新鮮でいい材料が揃ってる香港だ。今夜の晩餐会の料理が
楽しみだよ。ほんと、招待してくださったエン社長って香港でもとっても有名な食通だって話ですもの。腹減った腹減った。早くごちそう食いたいな。もう我慢できないよ。やれやれ。あら、ああ、船の上で生活してるんですか？あれは中国系の人たちじゃないな。インドシナ半島から来たボートピープルたちの難民キャンプだよ。難民？ああ、確か東西新聞でも特集したことがある。今香港には大変な数の難民が溢れてるそうだよ。ああ、そうなんですか。おや東西新聞さん、どうやら同じテーブルのようだな。どうも。本日はようこそおいでくださいました。ドラゴンリーの最新作クンフー大作戦をご覧いただいて、ぜひ皆様のご感想をお聞かせ願いたいと存じます。皆様どうぞよろしくお願いします。ほっ。我々に提灯記事を書かせたかったら最高の艦隊をしてもらわんとな。それではダイヤモンド映画社社長の袁紹木がご挨拶いたします。皆さんようこそいらっしゃいました。クンフー大作戦は我がダイヤモンド映画社が自信を持ってお送りする作品です。明日の試写会を控えて今夜は皆様に喜んでいただこうと精一杯おいしい料理を用意しましたので、ぜひごゆっくりお楽しみください。来た来た。待ってました。うわあ、見事ね。小豚の丸焼きだわ。これは皮だけを食べるんだよ。北京ダックと同じ食べ方ですね。この瞬間をどれほど待ったことか。いただきます。おお、こりゃうまいわ。皮がこんがり焼けていて歯ごたえがサクサクしてるわ。もうこれは北京ダックよりうまいかな。これは広州の広州酒家の名物料理で、私は何度も食べたが、やはり本場の広州で食べた方がうまいね。みんなが美味しいって言ってるのに水を差すなんて。今度は鶏の唐揚げだ。どりゃ、こりゃ、うまいね。アメリカや日本のフライドチキンとは鶏自体が違うみたいですね。香港から広州へかけての一帯で飼育されているチンジ、つまり金鶏と呼ばれている鶏だ。これは中国でも一番美味しいとされている鶏なんです。おお、しかし私が前に他の店で食べた鶏はもっと脂が乗ってたね。お、すごいや。これはファッチューチョンだな。これ前にも食べたことがあるけどとっても美味しかったわ。そう、あまり美味しいので修行中の坊さんも垣根を飛び越えて食べに来るというスープだ。まあファッチューチョンといっても中に入れる材料によって格が違う。私が以前に食べたのはオオサンショウウオが入っていてね、いやいや桁違いにうまかったね。嫌味にも程があるわ。もううんざり。いやはや、こんなちんけな料理で我々をもてなそうとはお話になりませんな。食った食った。まだ食べさせるの？ええ、デザートですよ。これがデザート。
ツバメの巣ですよ。それをココナッツミルクの中に入れて甘く味をつけてあるものでしょう。これはとても体にいいんです。舌触りがぬるっとしてつるっとして何とも言えないわ。なんか春雨みたいな感じだが美味しいね。いかがでしたか？料理は満足していただけましたか？どれもこれも素晴らしいお料理で堪能しました。とても美味しゅうございましたわ。あ、そう言っていただければ。しかし今一つですな。率直に言わせていただくと、食通の聞こえも高い園社長の晩餐会にしてはちょっと残念でしたな。とおっしゃいますと？まず小豚だが、甲州鹿の小豚の皮の方がパリパリしててうまかった。鶏は油の乗りが今一つ。ファッチューチョンは山に住むスッポンやオオサンショウウオのような最高の材料を使わなければダメだ。それにデザートが良くない。フランス料理のあの絢爛豪華なデザートはその日のコースの優秀の美を飾る。日本の懐石では上品な和菓子と抹茶によって料理の美意識が十分に全うされる。それに引き換え中華料理のデザートはお粗末なもんです。デザートのみすぼらしさが中華料理の大きな欠点ですな。これはそうは思いませんね。何？山岡さん。おい、山岡。俺はそうは思いませんね。ならばどう思うのかね？まず小豚ですが、俺も甲州鹿で同じものを食べました。小豚の皮がパリパリしていたのは冬本さんの言う通りです。そうだろう。向こうの方が上だ。いいえ、それは逆です。何？皮がパリパリしているのは焼き方が粗雑で、皮の脂分が余分に残っているからです。上手に処理をして丹念に焼くと皮から余分な脂が抜けて香ばしくサクサクとした歯触りになる。甲州鹿のよりここの小豚の方が味は上です。次に鶏ですが、脂が乗りすぎていると味がくどくなり、肉自体の持つ旨味が油の味で消されてしまいます。油の乗りすぎたものより今日ぐらいの鶏の方がその鶏本来の肉の旨味が十分に出て美味しいのです。そしてファッチューチョンですが、これは入れる材料によって目的とする味の傾向が違います。オオサンショウウオや山のスッポンが入っていればいいというわけではない。じゃあ何だと言うんだ？今日のファッチューチョンの狙いは我々招待客の健康です。健康？そうです。さまざまな漢方薬が入っていたのに気がつかなかったんですか？園社長は日本から来た我々の疲労を回復させ、香港旅行を楽しめるようにと健康回復のファッチューチョンを作ってくれたのです。ファッチューチョンはとても奥の深い料理なんです。うまさばかりを見ていてはファッチューチョンの進化は分かりませんよ。だがこのデザートはどうだ？フランス料理の絢爛豪華さも懐石料理の上品さもこのデザートにはない。中華料理のデザートが劣っているのは明らかだ。山岡さん。園社長、調理場をお借りしてよろしいですか？それは構いませんが、何を？言葉で反論する前に物で反論することにしましょう。ほう、何をする気だ？デザートを作ります。あなたが？君にフランス料理や和菓子に負けないデザートが作れるのかね？変なまんじゅうぐらいでは問題にならんぞ。山岡さん。東西新聞さんにもとんだドン・キホーテがいるもんだね。日本に帰ったら今日のこの出来事を帝都新聞で取り上げてやろう。こんな食について無知な人間が集まって作る究極のメニューごっことやらはたちの悪い冗談でしたとな。山岡さん、本当に大丈夫なの？
それは。園社長もここでご一緒に。ありがとう。いただかせてもらいます。さあ素晴らしいデザートを見せてもらおうか。何？これは。さっきのデザートと同じ。全く同じココナッツミルクだ。山岡さん、同じものを作ってどうすんだ。まあ一口食べてみてください。あら、これはさっきのツバメの巣とは違うわ。どれどれ。なんだこれは。マスカットブドウの実をちぎったみたいで。ぬめぬめしていて、舌の上に乗せるとフルフルと震える感じ。これは。数個ですな。そうです。数個。なんだそれは。カジカガエルの一種です。カエル？これカエルなの？数孔というカエルの脇腹に脂肪がついています。それを干したものを戻したのがこのくにゃくにゃしたものの正体です。この感触をまず味わってください。口の粘膜に吸い付くような感じがするでしょう。なんか不思議な快感ね。味をどうこう言う以前にうっとりしてしまうわ。そう、それにこれは体に非常にいい薬なんだ。そうです。数個は体を強壮にします。そう聞くとありがたみが出てくるね。脂肪だからってちっともしつこくないんですね。だからなんだというのかね。数個がどんなにありがたいものかは知らんが、ココナッツミルクの中に入れただけのものじゃないか。まだ分かってないんですか。何がだ。ツバメの巣のデザートと同じココナッツミルク仕立てにしたのはその方が分かりやすいと思ってのことです。ツバメの巣とはどんなものかご存知でしょう。海辺の断崖絶壁に岩ツバメが作った巣です。海藻を取ってきてよく噛んで唾液を混ぜて巣を作るんです。うちの副部長が春雨みたいだと言っていましたが、春雨よりも太かったはずです。ツバメの巣は上物ほど太いんです。じゃあさっきのツバメの巣はずいぶんいいものだったんですね。園社長が我々を歓待してくださっている証拠だよ。ツバメの巣もカエルの脂肪も同じことじゃないか。見た目の美しさはないし、味だってココナッツミルクの平凡な甘さだけだ。食事が終わって30分ほど経っています。腹具合はどうですか？腹具合だと。あれ、さっきはもうこれ以上入らないってくらい詰め込んだのに。胃が軽くなってるみたい。どうです？フランス料理を同じように腹いっぱい食べた後でやはりこんなに胃がすっきりした感じになるでしょうか？そういえば洋食はよく胸焼けするわ。変な店で食べたら胃がもたれて夜寝られないことだってあるな。ツバメの巣や数個をデザートにするとそこが違うんです。フランスケーキのクリームやバターやチョコレートは脂肪です。胃には決して軽くない上体にいいものばかりではない。一方ツバメの巣はそれ自体が薬です。数個に至っては脂肪でありながら体にいいのです。和菓子は脂肪分は少ないけど薬にはならない。異食同源の考え方をする中華料理では美味しいと同時に体にも良いものをと考える。これがデザートにツバメの巣を使った園社長の思いやりです。そしてこれが中華料理の食文化なんです。理解していただけましたね。冬本さん、お宅の新聞に今回の記事をちゃんと書くというお約束お願いしますよ。山岡さん、どうもありがとうございました。いえ、俺は本当のことを言っただけです。山岡さん、実は今のあなたを見ていて思ったんですが、私の頼みを聞いてはくださいませんか？ああ。
実は明日、私は香港一と言われる美食家相手に味勝負をしなければならないんです。味勝負？はい、その相手とは子供の頃からの付き合いで、香港でも5本の指に入る大金持ちで、楊建明と言います。私も楊もこのヨットクラブの会員なんですが、今の会長が来月任期切れになるにあたって、私と楊のどちらが次期会長になるか争いになってしまったんです。それで味勝負をして会長を決めようということになったんです。まあ、勝負の課題は海鮮です。そこで魚料理に長けている日本人の山岡さんにお力をと。やれやれ、金持ち同士の見栄の張りっこか。そんな失礼な。その通りです。もし楊が会長になったら、経費削減のためにクラブの人間を今より減らすと言っています。しかし私が会長になれば、ヨットクラブの職員には東南アジアからの難民、ボートピープルを雇い入れるつもりなんです。ボートピープル？それで100人以上の難民が助かるんですが。山岡さん。わかりました。お手伝いしましょう。ありがとうございます、山岡さん。やあ、エイブ。おお、楊か。お前の言った日本人とはこの男かね。ああ、紹介しよう。山岡とかいう日本人だな。冬本先生から聞いたよ。楊社長とは古くからの付き合いでな。楊、明日の勝負だが、私の方はこの山岡さんに手伝ってもらうことにしたぞ。ああ、構わんよ。がこんな素人に手伝わせて勝負になるのかね。山岡さんは知識も腕前もプロ以上だ。それに魚の料理なら日本人が一番さ。さあ、それはどうかな。香港の魚は日本のとは違う。日本風の料理法は通用しない。ま、料理のことで中国人がそんな日本人に負けるはずはないからな。園社長、さっき手伝うと言いましたが、あれは取り消します。なんですって？山岡さん。山岡、お前。ぐうたらとは聞いたが、その上に腰抜けか。手伝うのは取り消しにして、俺自身正面切って勝負させてもらう。何？いいですね、園社長。もちろん願ってもないことです。面白い。では明日その腕を見せてもらおう。望むところだ。大変、とんでもないことになってしまったわ。流れる窓に見つけた人、声かけずにどっと見送るわ。昨日と同じよ。 Love is pain 人並みに Love is pain 紛れてく一瞬の幻に心が痛かった Just one line 一つだけ Just one line あなたには永遠に聞こえない言葉がある好きよあなたが楊さんとの大事な勝負を控えてるっていうのに、山岡さんたら全然緊張感がないの。山岡さんがふざけてる間にも楊さんの方は着々と準備してるに違いないわ。今度の勝負にはたくさんの難民の生活がかかってるのよ。大丈夫なの山岡さん。あれさえ手に入れば勝てるさ。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ香港味勝負後編」お楽しみに。